はい、こんにちは。小豆島の漁師浜湯です。今日はですね、私三重県は答志島にやってきております。今回もいつものように小豆島からのフェリーに乗り込み、姫路へ着いたら車を走らせること3時間半から4時間ぐらいですかね。こちら鳥羽マリンターミナルへやってきました。鳥羽マリンターミナルからは目的の答志島への船が出てます。だいたい10分ぐらいですかね。風に吹かれてとても気持ちよかったです。あっという間に答志島の港が見えてきました。答志島へ着いたらまず島の漁師の子供たちにサインをせがまれたので、サインを書いてあげることに。みんなね、可愛かったです。この子は照れてるのか持ち去って逃げましたね。可愛いです。最後の子にも渡して、これでサインは OK。安心したのもつかの間、早速島の洗礼を受けることに。島に着いての初めての、今日一番初めてのビール、まずいわけがない。で、今回お世話になるお宿はくつろぎの宿みさきさんです。数々の有名人も泊まっております。もう海の目の前ですね。お部屋も広くとても綺麗です。最高の宿です。景色も抜群で、今回はですね、答志島のブランドのサワラであるトロサワラを狙って一本釣りの漁師さんの取材をしていきたいと思います。で、今からその漁師さんと飲むんで先飲み行きましょう。レッツゴー。じゃあ早速漁師さんとお店へ向かって歩いていきます。今回漁に同行させてくれる清水武之さん32歳です。僕とスタッフにお酒をついでいただき、ありがとうございます。いよいよ宴会のスタートです。で、今回のお刺身はもちろんサワラ。ただですね、こちらトロサワラではないんですが、トロサワラの基準と同じだけの油を含んでいるサワラです。口の中で食べてみると、口の中で食べるのは当たり前なんですが、濃厚な油のうまみ最高です。この後はいつものように飲んでいきましょう。味とか彼岸フグですか。彼岸フグか。一番うまいフグじゃないですか。まだですか。これうまかおいしい。どちらかというとそうなんですよね。台湾完売機のみでしたね。あれの先輩じゃないの。ありがとうございます。それちょっと取りながらちょっとがっつり。いやいや。あれ俺と今俺そうだ。ちょっと前取り一緒かな。あ、ちょっと釣れやんで。手で行くタイプ。先輩なし。なし。うわ、飲むよ。ちょっとゴミがこう固まってあるのは。あいから高橋は毎年来てな。毎年来てな。毎年。ありがとう。来ましたね。これすごい。日本酒は私ですか。何ですか。バッシャと網で。てめこしゅるというか。マジでいいんだよ。まあうまい。止まらない。バレたんですか。ボインボイン。嫌いでよ。え？さっき余ったまちゃん。30テラも。あれ45。漁師さんたちとの飲みはいつも命がけ。絶対に二日酔いになるんですが、めちゃくちゃ楽しかったです。皆さんありがとうございました。清水さん、おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。釣れますかね。いやーもう頑張りましょお願いします早朝4時、早速漁の準備をしていきます。餌はマイワシを使います。こちらの餌は前日に冷凍庫から取り出して冷蔵庫の中へ入れて解凍しておりました。これに針をつけるための改造を施していきます。包丁を入れて、これはモザイクですか。ちょいもざで。ちょいモザこれはちょっとね、多分みんな人によって違うと思う。これは魚が泳ぐように見せるためですか。そうです。
イワシの改造が施せたら針に巻きつけて、こちら餌の完成です。針が見えないですね。漁は時間との勝負。たくさんの餌を準備しておきます。釣りの漁師になられて今何年ぐらいですか？全然俺まだペーペーですよ。そうなんですか。7年とかちゃうんですか。まだ難しいポイントっていうのはどういうところでしょうか？やっぱりその絶対釣らないかんという、その意地でも釣ったるぞみたいな。なるほど。天然相手ですもんね。そう。今日は釣れそうですか？今日はね、もう絶対釣る。なんとしても。よろしくお願いします。餌は結構消費するんですね。そうですね。どうやろう。一応120ぐらいは持ってっとるけど。あ、そんな消費されるんですか？ 120匹。まあ餌取りもおれば違うものが食ってくる可能性も。あ、なるほどですね。はい。餌の準備が終わると、いよいよ出港の時間が迫ってきました。船内に入ってみると、魚群探知機、GPS、レーダーなどがありました。出港前に情報交換も欠かしません。はい、出港ですか？出港です。はい。じゃあいよいよ出港していきます。だいたい朝の4時ぐらいでしょうか。真っ暗な中、船を走らせていきます。油が非常に高騰しているので、遅い速度で1時間ぐらいかけて油をなるべく使わず走っていきます。今夜は月夜で月が非常に綺麗でした。船を走らせて1時間と少しが経過したところでしょうか。もうすでに周りは明るくなっていました。さあ現場付近に到着すると、すでにたくさんの船が釣りを開始していました。清水さんも釣りの準備を急いでしていきます。まず準備するのは滑り台といって、サーラを釣り上げるときに傷まないようにしたり逃がさないようにするための返しがついているやつです。で、3点リモコンも使用するのですが、これが今高いんですよ。次に竿を出していきます。竿はですね、1本、2本、3本、4本と、清水さんは4本の竿で釣りをしていますが、7本で釣りをする方もいたり、2本で釣りをされている方もいます。それぞれ勇敢に固定して、残りの竿も全部出していきましょう。素材は FRP でめちゃくちゃ長いです。正面から見るとこんな感じで4本の竿がせせり出ています。今回のケンケン釣りは引き縄釣りの一種で、もともとは明治の初め頃に和歌山県の串本からハワイに大勢の人が移民して、その中の串本町田波の人たちがハワイの領民とともに改良した漁法とされています。その後ハワイで改良されたケンケン漁を逆に田波に伝えて国内で広まりました。ケンケン漁の名前の由来ですが、いろいろ諸説はあるんですが、ハワイのカナカ語で羽を使ったルアーをケンケンと呼んでいたことや、水揚げ時にカツオが水面をケンケンするように飛び跳ねることから、それが由来と言われております。豆知識を話している間に続々と餌が入ってラインがどんどん出ていきます。ラインが全部入ると止まります。これで今引っ張っている状態です。時速は5ノットですね。だいたい9キロから10キロぐらいで、餌の棚っていうんですけど、水深は10メートルぐらいを狙っていきます。果たして今回大量になることができるのか。4本すべての竿を仕掛ける前に早速1本当たりがやってきました。まだ3本しか入れてないのに、このラインの先に果たして何がかかっているのでしょうか。一発目からサワラだと嬉しいです。ものすごい勢いでラインを巻いていきます。小さいね、これ多分1キロちょっとのやつ。大きいともっとバーッと曲がる。竿の曲がりは弱く、どうやら小さい魚とのこと。端まで巻いたら、あとは手で手繰り寄せていきます。楽しみですね。シイラでした。シイラでした。取れたのは残念ながら売り物にならないシイラでした。食べるとね、普通には美味しいんですけど。シイラを外して次の餌をつけて、早速海の中に入れていきます。釣ってる間もいろいろ作業している間も、常に船は5ノット、下げても3ノット4ノットぐらいで走らせていきます。1本が上に上がっても残りの3本が海の中で仕事をしてくれるので、常に船は走らせます。
でこちらの滑り台なんですが、漁師さんによって作り方は様々だそうです。もちろん仕掛けも含めてですね。さあ無情にも時間だけが過ぎていきます。1本目早かったんですが、その後はなかなか釣れません。竿先に当たりもないです。早く釣れてくれ。この時間がとても長いです。もちろんただ待っているわけではなくて、この待って引いてる間にも次の餌の準備をしたり、仕掛けをね直したりいろいろしています。時には当たりがあって縄を引き上げるも途中でバレてしまい、このように餌だけ食べられるなんてこともザラです。かじられてますね。その後もポイントを探してひたすら船を走らせていきます。日ざらし炎天下の中、だいたい9時間10時間と船を走らせて釣り続けていく漁です。大変ですね。トロサワラ、それだけ価値のあるお魚ということです。おっと、私はここで暑くなってきたので水分補給、1本だけあったビールを噛みしめて飲んでいきます。果たしてこれが勝利の美酒になるんでしょうか。ここで清水さんからおにぎりをお裾分けしていただきました。清水さんのお母さんが握ってくれたおにぎりですね。めちゃくちゃね美味しかったです。清水さんのところは海苔も作ってて、海苔も美味しいし、中には鮭、塩とかねごまとかしそみたいなのも入っててめっちゃ美味しかった。でこれは梅ですね。梅のいい塩梅で最高。ごちそうさまです。とかなんとかやっている間に何か当たりが来たみたいで、急いで船の友へ走っていきます。果たしてサワラはかかっているのでしょうか。魚体が見えてきました。もうここら辺でもね何が上がってくるのかすごいワクワクです。さあこの滑り台を通って上がってくるお魚は、ここで僕は分かりました。サワラです。ものすごい勢いで上がってきましたね。ただちっこいのでこちらブランドのトロサワラにはなりませんが、1匹釣れたということで清水さん安堵の表情です。脳天締めをして冷蔵庫に入れていきます。その後も引っ張っていると何やら竿に異変が。ヒットです。どうやら竿の曲がり的に小さなお魚のようです。果たして何が上がってくるのか。上がってきたのはこちらツバスですね。ハマチの子供です。こちらは締めて清水さんのおかずとなります。さあ立て続けに何か上がってきました。やっぱねこういるポイントとか、その潮とかの時間とかで釣れるときはガッと釣れるみたいですが、残念ながら魚がバレてしまいました。体だけ食われてしまってます。またしても何か来てラインを巻いていきます。次は黄色いですね。こちらはまたしても餌取り名人のシイラです。またしても来たのはハマチ。もうダメかと思ったその時、なんと今日一の竿のしなり曲がりが。これはもしかしてまさかと早速船の後ろに行ってカメラを回す。もしかしたらブランドのトロサワラ初ゲットとなるか。ラインを巻いていきます。緊張の瞬間、かなり遠くから魚体が見えております。ロケットのように来る様、これはまさにサワラじゃないだろうか。さあ上がってくる。巻いていく。きたー。なかなかいいサワラですね。しかも超えている。これねトロサワラっていうのは重量が 2.1 以上で、4キロ以下で、なおかつ脂肪量が 14% じゃなくて 10% 興奮しちゃったらちょっと 10% 以上あれば OK です。清水さんも喜んでます。大切に締めて冷蔵庫の中でしっかりと冷やしておきましょう。超えてますね。ちなみにさっきからラインを巻いているこちらの道具は1機40万します。清水さんは2機なんで80万それだけでかかってますね。ここで竿が曲がりました。クラッチを入れてラインを巻いていきます。次は何かな。またしてもサワラだと嬉しいです。おっと危ない。滑り台からサワラが落ちて危うく逃がしてしまうところでした。小さめのサワラながら釣れたらねやっぱ面白いですよね。
冷蔵庫で冷やしてまたしても来た。もうね、干潮前の昼頃になると立て続けにサワラが釣れてめちゃくちゃ面白かったです。これもまたかなりいいサワラですね。うわー、嬉しそうです。そら嬉しいですよね。見てるこっちだって嬉しかったんですから。これも小さいですが、もう3本釣れてどんどんとサワラが溜まっていきます。冷蔵庫の中もこんなにいっぱい。仲間の漁師さんも祝福してくれています。めっちゃ泳いでる。でかいですね。今日一じゃないですか。最後に今日一の大物のサワラを釣り上げました。お疲れ様でした。お疲れ。入りましょうか。はい。港を出港しておよそ9時間、炎天下の中めちゃくちゃ長い戦いでしたが、今回のサワラ漁ケンケン漁は終了です。竿を片付けて帰る準備をしていきます。ギリギリまで漁をするために帰りはぶっ飛ばして帰ります。1時半までに港に入らないといけないらしいです。船を走らせることおよそ40分、なんとか到着しました。ギリギリ間に合ったというところです。いかだに接岸して仲間の漁師さんたちも迎えてくれました。港に着いたらまずは荷揚げ場の方にサワラの入れ物を取りに行きます。サワラの入れ物を持って船に戻りましょう。じゃあいよいよ釣れたてのサワラを揚げていきます。これはトロいくんじゃないかなっていう一番最初ですね。およそ釣れたサワラの量は5本ですね。果たしてこの中にトロサワラになれるサワラはいるのでしょうか。荷揚げ場に持って行ってトロサワラブランドの検品をしていきます。まずは重量を測ります。トロサワラは 2.1 キロ以上から4キロ以下の間。こちらのサワラは、重量はクリアしたんですが、こちらの脂肪分を測る機械で計測してみると、なんと脂肪分はおよそ 1%、トロサワラにはならず通常のサワラとなります。で、次のサワラ、こちら超えてますね。 2.1 キロ。果たして油の量はいくらなのか。なんとその油量 14%。普通にトロサワラの検査は通りましたね。すごい。本来であればトロサワラはこのようにトロサワラのタグをつけて出荷されますが、今回は特別に食べさせていただけることに清水さんありがとうございます。よし、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はどうでした？いやー、朝釣れるのもちょっと焦ったですね。釣れてよかったです。釣れてよかったですね。トロサワラありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、じゃあ早速帰ってきました。取れたてのサワラをいただいていきましょう。こちらトロサワラの基準をクリアしたサワラです。トロサワラって名乗るのはなんか組合通してじゃないとできないらしくて、一応基準はクリアしてるけど厳密にはトロサワラではないけどもトロサワラみたいなもんです。はい、じゃあ早速さばいていきます。めちゃくちゃいいサワラですよ。まずサワラは鱗はないんですけど、表面をこう軽くねなぜます。ほんまに細かい鱗はもしかしたらついてるのかもしれない。でも気にするほどではないです。じゃあなぜて、で頭を落としていきます。うわ、見てください、これ身真っ白です。そんだけ脂乗ってるってことです。はい、じゃあ次お腹裂いていきます。もう白子とかマコとか入ってないんで普通に気にせず。うわ、腹もここ見てめちゃくちゃ分厚いです。1センチ近くありますね。この腹が分厚いほどやっぱ超えてるって証拠です。で血合いも掃除して、はい、じゃあさばいていきます。まず背中から包丁入れて、うわ、もうもちもちです。やっぱ脂がある魚っていうのは包丁入れた段階でどんだけこう脂が入ってるかもう分かりますね。リカバリーして先に腹側もう一回いきます。で背中で中まで通してなんかめっちゃ失敗する今日で割っていきます。おお、
身がもう真っ白ですね。すごい脂です。で反対にして、次は反対の腹側でお腹通して割っていきます。うわ、よいしょよいしょ。おお、これも見事で、次この分厚いあばらを取って、で血合い骨も取っていきます。もちもちで包丁がほんま入らん。すごい油。はい、じゃあ次サワラに串を刺して、はい、じゃあコンロにわら引いていきます。コンロにわら引いて、これで燃やしていきます。はい、これで炙っていきます。あ、うまそう。よし、こんなもんかな。わら焼き。はい、じゃあこちら炙りたてを串抜いて、で豪快に厚めに切っていきます。はい、これで全部切れましたら、清水さんにいただいた新玉ねぎも切って、で炙りに飾ります。最後に塩を振ったら、はい、というわけで完成しました。答志島のトロサワラの基準をクリアしたサワラの塩たたきです。じゃあ皆さん一緒に食べましょう。はい、それではシルバータイムいただきます。海に10時間いたからうまいですね。炎天下の中だったんで。じゃあまずちょっとお先に失礼して、めちゃくちゃうまそうです。口に入れた瞬間にもう藁のいい香りはもちろんなんですけど、それ以上に美味しい油のうまみがね、一気にガツンと口の中に広がります。でその後噛めば噛むほどこのもちっとした食感からうまみのジュースがあふれてめちゃくちゃうまいです。どうぞどうぞ食べてください。うまいですよね。うまい。どうぞどうぞ。いや、めっちゃうまい。塩でも十分うまいです。やばい。本当やばい。本当にうまい。めっちゃうまい。これはうまい。めっちゃうまいですよね。清水さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ貴重な漁体験に、はい、それからこんな美味しいトロサワラになりかけたやつまで、なりかけて実質なってるようなものかもしれないですけど、めちゃくちゃ美味しいです。最高ですね。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。めっちゃうまいっすよね。醤油なしで食えるとマジでうまい。イワシいただきました。これも答志島のマイワシです。うまそう。うわうめえ。違うやろ。美味しいです。最高です。もう油の旨味、イワシの、それから生姜もよく効いてめちゃくちゃうまいです。知らんのイワシは豊富やで。ご飯と食べたいです。ご飯絶対合うて。いや、こんなうまいんで乾杯できるとかもう最高ですね。イワシはマイワシ。ええもんですよね、船乗って。子供は多分半額ぐらいじゃないですか。